こんにちは。〇〇のマイストーリーシリーズへようこそ。このシリーズでは海外ルーツのお母様たちに子育てなどいろいろなお話を伺っています。今日は青沼ゆんりさんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では自己紹介をお願いします。青沼ゆんりと言います。17年前に中国から来ました。子供は2人がいます。5年生の女の子と1年生の男の子です。とっても日本語がお上手なんですけれどもいえいえ、今日もメモを持ってきましたやっと日本語でコミュニケーションを取ることに対して少し自信がついてきたという感じですね。はい、それではまずゆんりさんがこの日本に来たきっかけを教えていただけますか？はい、19年前に、中国で勤めていた会社の仕事で日本に出張しに来ました。初めての海外出張だったから綺麗な街、美味しい日本料理、あとは温泉とかはすごい印象に残りました。機会があれば日本に留学したいなとその時から思うようになりました。その後、2年後に仕事を一旦辞めて、日本語を勉強するために日本に来ました。その後お仕事をされていたそうなんですが、お仕事はどうでしたか？日本に来て最初は日本語専門学校に1年半通いました。日本語学校を卒業してから日本企業で働く機会をいただきました。日本語検定試験1級に合格しましたが、まだまだ上手に話せなかったんですね。でもせっかくいただいた仕事のチャンスなので、このまま逃げてはいけないなと思いました。仕事の中身が分かっているのに、日本語の能力の問題で仕事がうまくいかないこともたくさんありました。当時は本当に泣いてばかりの日々でしたね。日本では人に迷惑かけないようにという話をよく聞きますが、わからないのに分かったふりをして、そうすることこそ本当な迷惑だなと思ったから、職場で素直に、人に聞いたり教えてもらったりしていました。はい、そして、ちゃんと日々の目標を立てて、今日はわからないことを今日でクリアする。明日はわかるように努力してきました。小さな目標をクリアしているうちに、自分でも、少しずつ日本語が上手になってきた気がしました。はい、まだ日本語に、自信がない時には、かっこつけずになるべく短いセンテンスで正しく伝えることが大事だと心がけていました。日本人のご主人に出会われて結婚なさったっていうことだったんですけども、ご主人が今度は海外に行くことになったのかな。そのあたりのお話も教えていただけますか？主人と結婚して、出産のため仕事を辞めました。出産してから半年が経った頃、主人の仕事の関係でベネズエラに行くことになりました。いきなり日本でも中国でもない国に行くなんで、当然不安だらけでした。やっと少しずつ流暢になってきた日本語はこれから話す機会がなくなったらどうしようとも思いました。ただし実際にベネズエラにいてからそれぞれの家族のお仕事の関係でベネズエラに来ている日本人の方がたくさんいて、小さな日本人コミュニティがありました。最初は私は日本人じゃないからそのコミュニティに入った方がいいのかと考えちゃったんですけど、皆さんは私に優しく声をかけてくれて、市場のこととか向こうの幼稚園のこととか、いろいろ教えてくれました。ベネズエラに住んでるのに私は日本人のお友達のおかげで、日本語はどんどん上手になりました。はい、言葉だけではありません。日本の伝統、
そして日本料理の作り方とか幅広くいろいろ触れる機会がありました。コミュニティっていうのは皆さんも全員日本人だったんですか？私以外にも他の国の出身の奥さんもいたんですけれども、少ないですね。基本は日本人です。なるほどなるほど。幼稚園に入ってから幼稚園に子どもの母国について紹介するというテーマのイベントがありました。うちの子は日本国籍だから幼稚園から日本の何かについて、紹介してほしいという話がありました。母親の私は、日本人じゃないから日本のことをちゃんと紹介できるかどうか不安がありましたね。その時に日本人の友達が手伝ってくれて、みんなで一緒に鶴の折り紙を作って幼稚園の子どもたちにお土産をしたんです。私も、日本人の子どものお母さんとして3歳児のクラスに折り紙の犬の作り方を教えました。とても楽しかったです。で、その時まで自分の子どもは何人ということをあんまり意識しなかったのですが、この件は私に日本人の子どもの母親としてどうやってやっていくか考えるきっかけを与えてくれたんです。なるほど。その後さらに役員までされたって伺ったんですけれどもそのあたりも教えていただけますか？駐在生活の最後の1年は日本人婦人会の役員をやっていました。当時は日本人の友達から家にちゃんと一緒にやりたいと誘われました。不安があったんですが、言葉が、まだ足りなくてもやる気、情熱、あとは人とのつながり、あとは努力があれば、なんとかちゃんとやっていけることが分かりました。ベネズエラでの生活は3年半でしたが、私にとって、いろんな意味で成長した3年半だと思います。なるほど。そのおかげで日本に戻ったら日本でも日本人の妻として、日本人の母としてやっていけると、自信を抱えて日本に戻ってきました。ベネズエラで3年半、生活されて、でその後日本に戻ってこられたそうなんですけれども、その後日本に帰ってきてからどんな生活だったのか教えていただけますか？はい、日本に帰ってきて実は1ヶ月後に2番目の子を出産、その退院してからまた次の日に上の子を日本の幼稚園に行かせ始めました。親子とも初めての日本の幼稚園でした。友達のアドバイスを聞いたりインターネットで、いろんな情報を調べたりしていたんですけど、実際に幼稚園に入るとやはりわからないことがたくさんありました。でもベネズエラでスペイン語もよくわからないままなんとかできたから、そういう意味でちょっと変な自信も身につけました。なんとかできますと。娘も、かなり気の利く子だから毎日幼稚園の情報を持って帰って私にいろいろ教えてくれました。もう本当に私にとって一番身近な師匠でしたよね。もう娘さんは日本語に関しては全く問題もなく、すぐ日本の幼稚園に溶け込んだ。日本語は大丈夫でした。入園してからクラスの役員の方からご連絡をいただいて、もしわからないことがあったらいつでも聞いてねって言ってくれました。その一言に本当に救われました。心からもう感謝ですね。幼稚園によってちょっと違うかもしれないんですが、外国人ママにとって、結構細かいところまで全て理解するのが難しいと思います。自分のミスで、自分の子供、他人の子供、もし先生たちに迷惑かけたら申し訳ないなと思って、わからないことがあったら優しい仲間に聞くのが
一番だと思いました。はい。幼稚園からのお手紙とか、そういう持ち物とか、そうですよね。そういうことですかね。最初入ったのはベネズエラの幼稚園だったので、それに比べたら本当に日本の方が指示が細かいんですよね。そうですね。靴下の色とか、紺色と黒。日本人のお母さんでもやっぱ最初すごく苦労されると思うので、本当に大変だったんだろうなと思いますね。幼稚園は3年もあるから、一通りやれば、自然に分かってくるものも多いです。気がつけば今度は幼稚園でも役員をなさってたって伺ったんですけれども。そうですね。はいはい。うちの2人の子供は同じ幼稚園だったから、下の子は年中になった時に、幼稚園のこともだいぶ分かってきて、その時に日本人のお友達から声かけられて、一緒に保護者会の役員をやってみませんかと。私外国人だから無理だよと、答えたんですけど、帰ってからゆっくり考えたんですね。この機会は幼稚園と周りのママ友に、恩返しのいいチャンスじゃないかなと思いました。実際に1年間保護者会の役員をやっていて、会計の仕事をやっていました。やってよかったなと今もそう思っています。なるほど。お子さんたちのその母国語は日本語になると思うんですけれども、お母さんの国の言葉っていうことについてはどう考えていらっしゃるんですか？母親の母国語は、もちろん子供が完璧に話せるようになったら、嬉しいんですが、実際は話せるようになるかどうかは、やっぱり家庭内の言葉やお母さんの母国に帰る頻度とか、いろんな要素に影響されると思います。ただし、子供の成長につれ、どんどん幼稚園と学校の環境に馴染んでいて、日々日本語ばかりを使う場面が増えてくるから、どうしても日本語がメインになっていくのが、当然だと思っています。うちの場合は上の子は、生まれてから半年後にベネズエラにいたから、向こうの幼稚園に入る前にはパパは日本語、私は中国語。幼稚園に入ったら先生たちは英語とスペイン語も喋るので、自然にいろんな言語は耳に入ってきました。一時期上の子は4カ国語も喋れるようになって、この子は天才だと思っていました。でも日本に戻ってきたら英語とスペイン語はもう本当にあっという間に、忘れてしまって、特に小学校に入ったらもう中国語もあやふやになってきて、やっぱり言葉には環境が第一だなとしみじみ感じました。焦らずに、子供に外国語への興味を持ちながら、タイミングの良い時に、ちょっと教えてあげたり、少しずつできたらいいなと思います。娘と息子に、ママは2人に上手になってほしいという気持ちをきちんと伝えて、あとは向こうのお友達作りとかも手伝ってあげたり、強要ではなく、ママの気持ちを理解してゆっくり上達できることを願っています。なるほど。日本にいる限りは、ちゃんと日本語をしっかり学んでくださいとも言いました。なるほど。子どもたちのアイデンティティっていう意味では、どのようにお考えですか？最初は正直あんまり考えていなかったんですよね。子供生まれてきて、自分の子は何人というより、やっぱり自分の子供という考えしかなかったんですよね。日本で生まれて、これからも日本で暮らしていくから、国籍は最初から決めました。日本にしました。そして子供たちを混乱させたくないし、やっぱり自分の国で住んでいる安心感が大事だと思うから、
ママは日本人ではないんですけれども、あなたたちは日本人ですよとはっきり伝えています。はい。その上でやっぱり理解してほしいのは、ママは外国人ということは、あなたたちには日本以外のルーツもう一つあるということですよね。はい、理解してもらいました。私にとってアイデンティティは国籍よりも大事だと思っています。はい、自分にとって一番大切で、そこにいて落ち着ける、そして大きくなっても、いつでも戻りたい場所は自分のアイデンティティだと思っています。なるほど。そのお子さんたちとそのアイデンティティについてそのお話をされたって今おっしゃってましたけども、はい、それはお子さんたちが何歳ぐらいの時だったんですか？小学校に入ってからですよね。幼稚園までには、本当に楽しく、何人というより日々を楽しもうということが。そうですね。はい、素敵なお母さんですね。私も今現在いるところ大好きですよ。何人ということはよく忘れてしまいます。はい、日本で暮らすその外国人ママとしてのその苦労みたいなことがその今まであったのか、そのあたりも教えていただけますか？私は、結構自分が外国人ママですとよく言います。外国人ママというのは自分の母国ではない国で子育てすることですよね。子育てはそもそも大変なことなので、自分の国じゃないところで子育てするなんで、もっと大変だと思います。私は自分の国にいたらきっとこういうところで苦労しないだろうなと思ったことが、今までたくさんありました。例えば子供が急な熱が出た時にどの病院に連れて行ったらいいか、どうやってお医者さんにこの子の症状を、この 2,3 日の状況とか説明したらいいか、あとは自分の日本語でちゃんと正しく伝えられるかどうか、そういうことばかり考えてしまうんですよね。まだ本題に入ってないのに、こういう些細なことでもう頭がいっぱいになって、結局、まだ言ってないのにもう疲れ果ててしまったことがたくさんあったんです。はい、だんだん分かってきたのは、分からないことが多いのは仕方ないことだから、現実を素直に受け入れて、自分を責めずに、最初分からない時はちゃんと人に聞いてアドバイスをもらうことが大事だと思いました。私の経験から言うと、自分の子供と同じぐらいなママ友を作ってみてもいいかもしれません。日本語の練習にもなるし、子育ての情報も交換できるし、そして共通の話題が多いから心の通じる友達が、その機会でできるかもしれません。はい。友達作りは言葉より心が大事ですよね。心を込めてきっと、優しい友達に出会うはず。私も本当にたくさんの優しい友達に出会いました。最初は言葉がすごく上手にできなくても、その気持ちがこうあればっていう。はい。同じ時期の子供がいるから、共通の話題があるので、その時のもう本当にその時しかわからない同じような悩みとか、同じような喜びとか、心からもう本当に通じ合うんですよね。はい。その素敵なお友達にたくさん会われたんですね。今はそのメモがあるんですけど、普通に日本語を喋ってるなと思われてるかもしれないんですが、実は、今も病院とか美容室とかレストランとか電話で予約するときには、今も緊張します。はい、だから引き続き頑張ろうと思っています。はい、これからも少しずつ自信をつけて、外国人ママだからわからないとか、外国人ママだからできないとか、そういう不安から、卒業したいですね。は